こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、華やかなイラストですよね。ももかさんの作品で、タイトルはバラの精霊。はじめまして、ももかと申します。担当直入にいます。絵がしっくりこないです。しっくりくる絵にするには、背景や小物、色の塗り方などどうすればいいのかお伺いしたいと思っています。忙しい中申し訳ございませんが、よろしくお願いしますとのことです。はい、ももかさん、ご応募ありがとうございます。絵がしっくりこないっていうことなんですが、色はねバッチリ決まっていますし、すごくね見やすいし、バラの精霊っていうコンセプトがよく伝わる分かりやすいね色使いができていると思うので、そこは素晴らしいと思いました。で、しっくりこない原因なんですが、これはですね、もうしっくりこないって結局ももかさんの感覚なので、何がね原因でしっくりこないかっていうのはもうももかさんにしか究極のところ分かんないんですね。なので自分がしっくりくるまでこの絵をいじっていじり倒すくらいしか、自分がしっくりくるポイントを本当に突き止めるっていうのはねできないんですけど、ももかさんにそれができるようになるためのお手伝いぐらいはねできるかなって思いますので、僕がねしっくりこないなって思う部分について添削をさせていただければと思います。で、もう先に結論言っちゃうんですけど、僕がこの絵でしっくりこない部分、一言で言うと形がねちょっと雑かなって思いました。こうアップにしてみると分かると思うんですが、結構ね至る所形がねこう雑なんですよね。コンセプトもいいし、色もいいし、構図もそんなに悪くないです。この絵でどこが不完全なのかって、もう最終的な描きっぷりというか、形の取り方がねちょっと雑な感じがしますね。この辺とかねかなり雑です。そこがですねもったいないと思いました。逆に言えばね、そこさえ丁寧に描いてあげれば、その他何も変えなくてもこの絵ってねもう超しっくりくる絵になると思いますので、その点に着目しながら添削を進めていこうと思います。それでは早速いってみましょう。まずですね、これ多分ももかさんの癖だと思うので覚えておいてほしいんですが、向かってこの左側の目、ここがね大きくなる癖があると思いました。左右比べてみるとこっちの方がね結構大きいんですよね。それがパッと見の印象をとても崩してしまっている大きな原因になりますので、ここをね調整していきましょう。すいません、ちょっと先走って小さくしてしまっていましたね。元の大きさがこの状態です。はい、この状態だと少しね左右のバランスがおかしいですよね。こっちの方が大きく見えます。なのでこのぐらいですかね、もうちょっとちっちゃくかな、このぐらいに調整した方が同じに見えます。はい、目の左右の大きさって見ている人が一番感じる違和感なので、そこはね神経質なぐらい気を使ってあげるといいです。もしねそこにあまり気を使いたくないっていう場合には、正面顔をね避ければいいと思います。ちょっとねこう左右に顔を振ってあげたり、こう角度をつけてあげると、どちらかの目がねそもそも小さくなりますので、大きさはそんなに気にならなくなると思います。そもそもね正面顔は少し難しいと覚えておきましょう。さて次はまつげの部分も調整していきます。はい、まつげ、ここもね印象が大きいですね。ももかさんは黒目もそうなんですが、まつげもですね向かって左側を太く黒く描く癖があると思います。はい、見比べるとね分かりやすいですよね。はい、左目の方が大きく、そしてねまつげも黒く描いております。これをね今こんな感じに同じに調整したっていう感じですね。はい、でここ整えるコツなんですが、コツはですね薄めにして絵をぼんやりと見てみてください。これね最初の状態ですが、こう目をねこう薄めにして見てみると印象だけを見ることができると思います。そうするとほら、なんかこう左の方がねちょっと濃いなっていう風に思ってきますよね。これ印象だけを見るコツなんです。これは薄めで見て、ちょっとこっちの方が濃いなと思ったら、印象がね左右で同じような感じになるように整えてあげる。こうやって左右のバランスを整えてみてください。はい、ついでに二重まぶたの調整もします。はい、こんな感じです。これですねすごく細かいこと言うんですが、なんとなく添削前角度がですね左側がこうなのに対して、大げさに描くとですね右側がちょっとこんな感じなんですよね。本当だったらこう目に沿うようについてなきゃいけないのに、なんかちょっとこんな感じになってる。
違う言い方をするとこう左側がズンと重たくて右側がちょっとこう軽いような、なんか右側が浮き上がっていきそうな感じって言えば伝わるかな。でこれですね、よくよく見てみれば目もそうなんですよね。目もねこっちの方がこうズンと重たくて、で右側がこうふわっと軽いみたいな感じの印象です。でこれですね、もう至る所そうで、例えばねこの眉毛もそうです。こっち側がこうズンと重たくて、で右側がこう若干こう上に上がってるみたいな、全体的にねこう体というか構図がこっちに傾いているから、なおさらそうなってしまっている可能性はあるんですが、そもそもねそういう癖があるっていうことを自分で認識しておくだけで、それを意識的に修正することができると思うので、しっくりくる形を作りやすくなると思います。はい、ではですね、眉毛も調整していきましょう。はい、こんな感じですね。あとは瞳の中を若干調整してみます。はい、こんな感じですね。しっくりこない原因の一つにこのハイライトの位置がもしかしたらあるかもしれません。添削前なんですが、こうすごくね遠くを見ているような目線に感じます。なんでそういう風に感じるのかっていうと、このハイライトが中心から離れているからなんですね。こう離れているってことです。でこのハイライトが中心から離れていれば離れているほど焦点がこう合ってなくて遠くを見ているような感じに感じます。で近くを見れば見るほどハイライトはね中心に寄ってきます。このねハイライトの距離でもニュアンスが微妙に違うので意識してみてください。僕はですね今回そんなにニュアンスは変えてないですね。若干変えたのは少しねこう左右でこっちのハイライトの方がこう上にあってこっちのハイライトの方が下にあるようなね、さっき言ったような癖が反映されていたので、それを少し直した形になります。でもこれをですね例えばこんな風にちょっとこう真ん中に寄せてあげると、ほらこの違い分かりますかね。ちょっと寄ってみましょうか。この違い、近くを見ているような変化っていうのに加えて、どことなくねこびたような可愛さを追加することができると思います。今回はねこっちで進めていきますね。さて次は輪郭を調整します。こんな感じ。はい、輪郭はですねもうこれは好みの問題なので、究極のところを好きにしてください。僕の好みで言うとちょっとねこう顎が丸かったので、そこをねもう少しシャープにしたかったっていう感じですかね。はい、僕は絵の場合はねこのぐらいシャープな方がしっくりきますね。あとは鼻と口です。はい、鼻と口なんですが、ちょっとね鼻と口に限らず全ての線が少しね太すぎるのかなって思いました。見比べるとこんな感じなんですが、こう線が太いとですねインパクトは出るんですが、その分細かい表情が全て消えてしまうんですね。ももかさんの絵を見ると少しこう口が開いていて、で口角がこう上がりきるわけではなく下がるわけでもなく、でもうっすらとこう微笑んでいるような表情が描かれています。そういうね細かいニュアンスを表現しようとしている感じがありますので、もう少し線を細くして細かい表情を拾ってあげると、さらにねももかさんの絵は良くなるのかなって思いました。さて顔の中身の調整はこのぐらいで、次はですね体の調整に行きます。まずは服とネックレスですね。はい、まずですねネックレスなんですが、ちょっとねここじゃなくてここがいいのかな、自然なのかなと思います。それとね正面から体を描くとどうしても平面的に見えがちなので、こんな風に胸の部分と首の部分で明るさを変えてあげるなどすると、より立体感のある体の凹凸が表現できるようになると思います。あとはここですかね。はい、首の太さを少し太く調整しました。
僕はですね、結構他の添削ではデフォルメ絵柄の場合は首を細くしましょうっていうことが多いんですが、この場合はちょっとね細すぎでしょうか。もう少し太くした方が自然だと思います。こっちの方がねなんかしっくりくる感じがしますね。あとは髪の毛の調整していきます。まずは向かって左側のサイドヘアやっていきます。はい、こんな感じですね。ポイントを挙げるとすれば、明るさと暗さの幅をもう少しだけつけてあげるっていうことでしょうか。下に行くに従って少しだけ暗いピンク色を入れてあげました。こうすることによって手前の髪と奥の髪が区別しやすくなりますので、立体感が生まれてふわっと感が生まれると思います。同じように右側も調整していきましょう。着目するポイントは一緒です。はい、右側なんですが、同じく明度差をつけたのと、あと少しね右側にはボリュームが少なかったですね。意図的ならいいんですが、おそらくさっきから指摘しているももかさんの癖、右側をちょっと軽くしてしまうような癖によるものかもしれません。なので右側をボリュームアップして左右のバランスを整えてみました。そして前髪ですね、やってみます。はい、前髪もですねちょっと影を追加してみました。どうしてもね正面って線によって立体感やふわっと感を描くのが難しいので、陰影によって凹凸を表現するしかありません。この点でね正面って難しいんですね。なので前髪の下の方に影を落としてですね、こんな感じで起伏を作ってあげました。さて髪に影を入れたので顔がちょっとだけね浮いてしまいました。顔にも少し影を追加していきましょう。はい、こんな感じです。キャラクター結構いい感じになったのではないでしょうか。さて最後なんですが、この絵の大テーマになっているバラの形ですね。ここも色はいいんですが、やっぱりね何よりも形の描き方が雑に見えてしまっていて、そこがしっくりこない原因なんじゃないのかなって思います。まずね髪飾りの部分描いていってみましょうか。はい、まずですね1個書いてみました。僕はねそこまで丁寧に書いたわけじゃないんですが、さっき言ったように少し線を細くしながら花びらをきちっと描いてあげるだけで結構しっくりくるような感じになると思います。残り2個の髪飾りもやってみますね。はい、こんな感じですね。そして背景のバラなんですが、これも添削するポイントとしては同じです。花びら一枚一枚をもう少し丁寧に描いてあげることなんですが、もう一点意識的に変えてあげるといい部分があります。それがこういうことですね。はい、ですね、
髪飾りのバラよりも意識的に背景の方を大きくしてあげるってことですね。前の状態だと髪飾りと同じような大きさだったので、手前と奥との差があまり分からずにちょっとね混乱する原因になってしまっていました。なので背景のバラを大きくすることで髪飾りとの区別がつきやすくなりますから、こういう工夫もね取り入れてみるといいかもしれません。あとは少し花びらを追加してあげてもいいかもしれませんね、アクセント的に。はい、こんな感じです。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。画面全体の構成とか印象はもうまるで変わっていないのに、なんかこうしっくりくるような感じ、アップしたのがお分かりいただけると思います。はい、今回の添削は絵がしっくりこないという原因の一つとして、雑に描きすぎた形をもう少し一つ一つ丁寧に描いてみようということをお伝えしました。僕今回ね、別に大幅に構成を修正したわけでも色を直したわけでも人体のバランスを修正したわけでもありません。本当に単純に形を整えていっただけです。だけどそれだけでしっくりくるような感じになったんじゃないでしょうか。おそらくね、ももかさんの絵作り、そんなに間違っているわけじゃありません。なのでなんでしっくりこないのかっていうと、これはもう最終的な着地の問題だと僕は思いました。例えばね、体操種目鉄棒とかでね、よーしこうやってこんな風に演技したら見栄えのいい演技ができるぞってね、意気揚々と演技して、で途中まで完璧な演技ができていたのに、最後の着地だけね、もう盛大にずっこけたみたいな、そういう状態になっちゃっているんだと思うんですね。それはもったいないです。結局絵って最終的な着地の部分で全てを判断されてしまうので、次はそこに気を配りながら作品作りしてみてください。それと今回は線をもう少し綺麗に描こうみたいなこともお伝えした場面がありましたが、そう言われても線の描き方って結構難しいじゃん、綺麗に描けなくて悩んでいるんだよという人も多いかもしれません。そんな方にはこちらの動画、これ大事、線が綺麗に描けるルールがおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。